レンジャーウォッチング。レンジャーとは国立公園などにおいて自然や生き物を守る環境省の自然保護官や国立公園管理官のこと。今回の舞台は東京からおよそ 1000km 南に位置する小笠原国立公園。大陸と一度も陸続きになったことがない島々には独自の進化を遂げた固有種が多く生息している。レンジャーの活躍をウォッチングするのはこの私、その名もレンジャー。早速小笠原諸島の母島へ。こちらでレンジャーと共に活動しているという小笠原環境計画研究所へお邪魔してみましょう。こんにちは。皆さんで何を相談しているんじゃ？はい、今はですね、ここで飼っている小笠原オカモノアラガイという種類の、陸産貝類マイマイなんですけれども、これを明日ですね、野外に移植しに行くんですね。その個体を今選出しているところです。長い名前なのでもう一度。小笠原オカモノアラガイはカタツムリ、別名マイマイの仲間じゃ。体長は1センチほど。母島にしか生息していない絶滅の危険性が高い生き物を野外に移植するというのはなぜじゃ？いつ滅んでしまうかわからない、そういった場所のマイマイを外来種に負けないように、一旦救い出して室内で飼育して、で増やしてまた戻すという個体群を維持するという活動ですよね。なるほど。食べるのは葉の表面についたカビなどの有機物ということじゃが、こちらの研究所で飼育されるようになったのはどのような経緯でじゃ？一番最初は内地の大学の研究室でやってたんですけれども、過去に一つだけのカビを単離して培地で培養して与えたこともあったんですけど、それだとうまくいかなくて、ちょっと現地で野外の葉っぱを使う飼育でやってもらったらうまくいったという、そういう感じですね。過去に前例のない小笠原オカモノアラガイの飼育。こちらの研究所ではマイマイのために近隣で採取した葉を用意。さらに高い湿度を好むマイマイのために加湿器を飼育ケースに接続。繁殖にも成功している。ちっちゃい方が可愛いですよね。どっちも可愛い。1個体ずつ健康状態を確認してもらい、いよいよ明日は母島の奥地の森へ引っ越しじゃな。翌日、外来種を持ち込まないよう消毒をしてから移植の場所へ。その場所を見つけたのはなんとレンジャーの和田さんなんじゃとか。学生の時に小笠原の陸産貝類マイマイの研究をしてまして、母島中の生息状況を調べるという調査をして、でその時に偶然小笠原オカモノアラガイが生きているのを確認して、でそれまで知られていなかった場所なので、これはなんだということで偶然発見したのじゃな。道なき道を進むことおよそ40分。目的地に到着すると移植の前にまず調査から。50センチ四方の中で地面にいるマイマイなどの数を記録していく。外来種ね。残念ながら外来種も多いとのこと。外来種の勢いってやっぱりすごくって、保全活動をしているんだけれども、希少な生き物がどんどん消えていくっていうのも結構見てきているんですね。そんな中で全てが負け戦というわけじゃなくて、外来種の部分的な根絶ですとか、そういったこともできていることもあるので、そういう成果が出た時はやっぱりすごくやりがいを感じる瞬間ですね。小笠原オカモノアラガイは木の上にいることが多いそうじゃ。地面に続いては木々の枝や葉っぱを調べるのじゃな。お、いたかな？ついに野生の個体を発見じゃ。そして移植の作業が始まった。背中についている色は
今後追跡調査をするためのマーカー。今日からはここでたくましく育ってくれることじゃろう。小笠原諸島に30余りあるという島々の中でお気に入りのスポットはどこじゃ？国立公園マニアっていうのもあっていろいろ回らせていただいたんですけど、母島は小笠原オカモノアラガイだったりとか天筋オカモノアラガイだったりとか、そういうのがすぐそばで見れる環境なんですよね。利用と保護っていう両天秤ができている場所だなって思うので、やっぱり僕は今母島っていうのが一番大好きで皆さんにもおすすめしたいっていうのを思っています。皆さんどうもありがとう。東洋のガラパゴスとも称される生物多様性の宝庫小笠原国立公園へぜひ足を伸ばしてみてはいかがかな。ほっほー。